ャガジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日はロマンス詐欺の事件に話していきたいんやけど、事件の概要としては、マッチングアプリで知り合った男性に恋愛感情を抱かせて、現金およそ35万を騙し取ったとして、27歳の女2人が逮捕されたと。でも名前も出とるんやけど、井田雫っていう容疑者と、もう一人28歳の容疑者がおるんやけど、去年マッチングアプリで知り合った30代男性に、給料が盗まれ託児所代が払えないなどと嘘のメッセージを送り、現金およそ35万を騙し取った疑いが持たれとると。この井田容疑者は複数の男性に何でもするとなどとSNS でメッセージを送って、でも一回も会うことなく金を騙し取っていた。被害総額としては全国およそ90人から現金1億300万ほどを騙し取ったと言われて、警視庁はいわゆるその SNS 型ロマンス詐欺と見て今調べとると。全国ってことはだから会ってないってことやんな。そう会ってないのにこんだけ被害があるってことは、やったことに対しては擁護の余地じゃないんやけど、純粋に人から物を引っ張ってこれるっていう能力はある意味の才能だとは感じるな。確かにな。一回も会ってない女の人に対してこんだけ貢いだ人がおるってことやろ。そう、こんなに騙される人が多いんかって、まずそっちの方がびっくりしたけどな。これ容疑者90人ぐらいおるんじゃなかったっけ。そう被害者90人。中には1回でその770万ぐらい振り込んだやつもおるし、それでも会ってないと、会えないって言ったら井田容疑者から裸の写真が送られてくるとか。何でもするっていうのは要はエロいことってことか。だから会った時にやらせるよみたいな匂わせをしてお金を引っ張っとったと。ロマンス詐欺って言うんかな。それいや、これ男も男やで。そうやな。何でもするに騙されてさ、こんなホイホイお金を出すのも、マッチングアプリをしとる男性以外にあったのは、年代は多分様々やと思うけど、40代50代も多いと思うよね。それぐらいの年の大人がさ、こんな27、8のさ女の子にさ、ホイホイ貢いどるっていう、騙された側も自業自得っていうのが俺の意見やな。もちろん騙す側が一番悪いと思うんやけどな。第2のリリちゃんって言われてるよな、これ。でも第1のリリちゃんっていうか、リリちゃんはさ、被害者が騙されたから訴えろとかではなかったんやろ。実際にお金を騙し取られた人は被害届を出したわけじゃなくって、リリちゃんの場合は頂き女子やから、おじさんたちからお金を巻き上げる方法を情報商材として販売しとって、マニュアルとかあったもんな。そのことが罪に問われたんだな。実際お金を騙し取られた人たちは被害に遭ったっていう感覚はないんよ。リリちゃんの場合は。もうガチ恋やからな。いわゆるキャバクラとかと一緒やわな。リリちゃんを押すためにお金を落としとったんやから。確かにやってることは犯罪なんやけど、誰も不幸になってないよな。だから今回第2の頂き女子とか言われとるけど、比べるのもおこがましいレベルやん。それを言うとなんかさ、リリちゃんの信者みたいやけどな。でもリリちゃん信者いっぱいおる。そうやな。獄中日記とかも人気やし。映画化もされるしな。映画かな。書籍にもなったり。それも問題にはなっとるけどな。犯罪を助長するんじゃないかっつってな。ロマンス詐欺っていうのがさ、恋愛感情を利用して金銭を要求したり投資に誘導したりしてお金を騙し取る詐欺ってことなんやけど、この人なんてもろにそうやんな。だからお金を貸してっつって託児所の料金払えやんとか、働いとるキャバクラで出勤できなくて罰金払う羽目になったから、その金を工面してくれっつってお金を払わせて、そっから消えたりするの。確信犯やろな。もう鼻から返す気はない。で、ターゲットになったのが中高年の男性で、恋愛経験の少ない人とか、独身で趣味がない人とかが、そういう人ってやっぱお金の使い道が少ないからさ。だから弱者男性とか言ってバカにされるやって世間で。若い子が歩み寄ってきたら、やっぱお金出してしまうんじゃないその背景としてやっぱマッチングアプリで今40代、50代、60代の利用者が増えとるらしくて。みたいよね。ロマンス詐欺のさ、被害者の年齢層っつうのが男性やと50代以上で7割ぐらい、6割ぐらいか。で、女性やと40代以降大半を占めとるからさ、恋愛経験がなくさ、年だけとってこじらせていくとさ、良くないよな。でも判断も鈍ってくるやろな。やっぱ若いうちに恋愛しとかなあかんわな。確かに。そういう人がさ、自分は若い異性でもさ、相手にされとるっていうか、好意を持たれとるって勘違いするんやろ。変にな。若い人がさ、そのおじさんおばさん好きになるなんてまあないやん。
よっぽどやで。もう至難の技やで。ドラマとか漫画の世界だけやんな、そんなの。現実ではそんなことない。もう金目当てとか、桜とかしかないからな、マジで。ある程度恋愛経験積んだ人やったら、そういうの分かるんやけど、そこまで童貞とか少女をこじらせた人たちは分からんのよな。漫画とかドラマしか見てないから恋愛っていうと。だか本気になってしまうやろな。ら自分だけは特別と思っとんのよ。職場とかやったらあり得るかもしれんけどさ、そういう若い人と。全くの知らんネットでの、しかもマッチングアプリやからな。そうそう。いくらイケメンやったとしてもさ、あんなおっさんが素性のよくわからん若い人から好かれるわけがないし、仮にイケメンのおっさんやったら絶対恋愛経験積んできてるから、騙されやんしな。今回はさ、容疑者が女やったけどさ、ネット上のやりとりやったら男の可能性も全然あるからな。若い男がおばさんを騙すってことやろ。いやいや、若い男が女のふりして、おじさんとかにやりとりして、そっちか。そネカマう、ネカマ。だからネカマに下手したら数百万、数千万振り込んどる弱者おじさんもおるかもしれんで。写真なんていくらでもな、変えれるからな。逆に今回の女は本当に多分自分の裸とか送っとったかまだマシでもないけど。マシって言ったらあれやけど、本物やなって思うから、こんだけ90人から1億300万引っ張ってこれたけど、でも仮にさ、俺らがさ、裸の写真送られたからって、数十万送らんよな。送らんわな。送らんよな。俺本当に理解ができやんねやけど、いろんな詐欺あると思うけど、被害に遭った人はこの人が普通の素人のどこにでもおる普通の女の子やと思って、もう脳みそがチンコになっとるからさ、飲みそがちんこにな。このことやれるみたいな風に思ってしまってな、金渡したんじゃない。でもこういうのって自分は引っかからんと思っとるやつほど引っかかるもんなんかな。だって芸能人とかもな、それやったらこう、俺らもこうつらつら言っとるけど、いざ自分がそういう立場になったら、ハニートラップだってあるからな。俺の理解できやん世界やな。ちょっと触れていいかはよくわからんけど、この井出しずくのさ、マッチングアプリで使っとった写真がさ、実際の顔と違いすぎるっていうのも話題になってるよ。そやな、警察に連行される時のさ、写真、多分すっぴんで撮られとったけど、正直全然違うな。そうやな。体型も違うし、てかもう顔がもう別人やな、あれ。別人、はっきり言うと別人。いや、あれ、メディアも悪意あるやろ。悪意あるな。だからそのマッチングアプリで使っとった写真をさ、報道の中で出してさ、で、その後に警察に連行されとる映像を出してさ、顔が全然違うってことをさ、世間の奴らにさ、コメントさせるためにな、陽動しとるよな、あんなの。で、実際やっぱり世間は加工とかさ、いろいろ言われとるわすげえけ。叩いてるっていうか、養子についてな、ブスとか言っとるからさ、犯罪者やからな、そこをまあそうさ、やな。擁護していいとは思わんけど、ちょっとかわいそうな同情するところもあるな、それに関しては。確かにな。まあそれを利用してやっとったからな、詐欺を。ここは本人の努力じゃ言ってしまえば努力やからな。でもあれマッチングアプリに対してもマイナスなイメージ持ってしまうよな。マッチングアプリで可愛い子をおっても結局こいつら加工しとるんかっていうまた目が覚めてしまうんじゃない？あれ多分もう AI とか使ってるレベルやろ。普通の加工ではないような気するな。野村散歩と一緒やな。そうやな、前話した。あれも顔が AI でさ、作られとっても別人の顔になっとるっていうの。面影ないもんな。だってこの井出しずくに関しても。今は、AI の技術が、発達しすぎて分からんからな、マジで。これが写真だけじゃなくて動画とかでももう AI で顔作られとるから、ビデオ通話とかでももう騙せてしまうんやな、これ。絶対判断つかんやつもいっぱいあると思うで。すげえ可愛い子とな、知り合いとるっていう高揚感みたいなんで、やっぱ性欲おじさんとか、まあ寂しいから話し相手が欲しいとかな、純粋に体目的じゃない人もおるかもしれんけど、そういう人がやっぱ頼られてな、お金払っちまうんやろうな。恋愛をさ、若いうちからするようにもう学校教育とかで教えた方がいいかもしれんけどな。確かにな。被害になってから遅いからな、もう。恋愛をさせるっていうか、恋愛でさ、マウントを取るみたいな、童貞マウントみたいなのもさ、ちょっとタブー視されとるところあるやん、セクハラみたいな言われて。でも、こういう事件がある以上さ、恋愛経験がないのはさ、一種のまあ社会学みたいなところあると思うけど、まあ確かにな、被害者予備軍やん。実際事件が起こってるわけやからな、こうやって。そうそう。とか、子供に恋愛禁止を敷く家庭とかもあったりするけどさ、そういうな、恋愛してこなかった人がこうやって騙されて、確かに。被害を訴えてる勉強ばっかしとる場合じゃないで。勉強していい大学行っていい会社入ったところで、こんな恋愛弱者で詐欺に遭ってたらたまったもんじゃないで。実際、やっぱさ、また、この井出しずくもさ、
モス狂いやったり、ネットカジノに奪い取った金使ったわけやろ。使ってたらしいね。こういうのもな、年寄りからタンス預金を引き出させるっていう意味では、経済回しとるとも言えるけどな、ある意味。ネットカジノ海外のサーバーとかやったら、そうやな、日本には全く金が落ちてないことになるから。で、あと、犯罪集団の懐に入ってる可能性もあるから、やっぱり良くはないわな。最近溜め込んどる高齢者多いからな。こうやって定期的にさ、ラジオでさ、詐欺とか注意喚起していくことで、我々含め聞いとる人たちにも気をつけようっていう意味では、こうやって発信していった方がいいんじゃない？定期的に。正直別に社会貢献の意識はないけどな。俺らがただ面白いと思って興味があるから話題にしとるだけやけどな。そういう注意喚起つながっとったらいいことやな。話題を出しただけでも価値があるよな。俺らもっと恋愛経験ない人にマウント取っていくような話をしてもいいかもしれんな。そういうスタンスでっていう割ってもらった方がいいかもしれない。危機感持った方がいいって、ジョージやっけ、運動してこなかったやつはやばいみたいな。はいはい。そういうスタンスで言いとく。30そこそこのペーペーやけど。恋愛経験ないまま中高年になったおじさんはマジやばい。危機感持った方がいいって。まあマウント取っていくか。じゃあ。そうやな。そんな感じで今日はロマンス詐欺の話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。